はい、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。どうぞ。ヤサス、アテナイの皆さん、総川クラテスです。ヤーサス、アリスト哲也です。はい、今回はですね、私たち、もうかれこれ2300年ぐらいずっと議論し続けることがあるんですけど、直接法 VS 間接法っていう議論なんですけど、まだやりますか？やりましょう。やりますか？やるでしょう。受けて立ちましょう。やりましょう。はい。ちょっと説明しないといけませんね。そうですね。はい。語学を教えるときに、直接法っていうと、英語を教えるときに英語だけで教える。日本語を教えるときに日本語だけで教えるっていう方法ですね。で、それに対して間接法っていうのは、日本語を教えるときに英語とか中国語とか、他の言葉を補助的に使う方法なんですけども、哲也さんは立場としては？私は間接法派ですね。私ね、ゴリッゴリの直接法派なんですよ。なんと。相入れないですね、これは。楽しい。で、なんでそう思うんですか、そもそも。まあ私は今日英語講師代表。はい、私日本語講師ですね。ですけど、例えばですね、はい英語何も知らない人に直接法をやっても、はい。結局ペラペラずーっと通り抜けるだけだろうっていうのが私の考はえですね。それね、講師の力量にもよると思うんですよ。うん。ちゃんと力量がある講師が正しく使えば機能する。で、もし仮に腕の悪い講師がやっちゃうと、ただの、無駄なインプットになっちゃうと思うんですけど。例えば私の意見だと、最初に何でもいいんですよ。歌でもいいし、私よく使うのはスティーブ・ジョブズさんのスタンフォードス有名なやつね。コネクティング・ザ・ドッそうそう、トってやつ。点と点をつなげるってやつですね。あれを日本語を使って丁寧に解説して、全部文法も意味も単語も全部説明して、もう意味も文法も完璧っていう文章を一つ作るんですね。そっから私音読派なんで、その理解したものを徹底的に音読して頭の中に英語に変換するということを私教育方法でとってるんですよ。それね、とっても効果的だと思うんですよ。間接法としては。ただ、それに慣れすぎちゃうと、もう常に翻訳。つまりなんか、わかんない内容を含んだものを聞いたときに、先生翻訳をくれとか、スクリプトくれとか、なっちゃわないですか？でもそれは、だから一旦日本語で理解したものを100回、200回、300回音読することによって脱日本語を図るという、ちゃんと私のホリスティック音読というメソッドがあるんですけど、それによると、段階論として最初は日本語で理解する。それを何百回も英語ですり込むことによって日本語を抜いていくということが可能で、あと反論があります。直接派ですよね。私ね、昔某英会話学校で英語で英語を教えなさいという学校に何年かいたことがあってやってたことがあるんです。ああ、そうですね。経験あるんです。だけど分かったことは、いくら英語で英語を教えても、受講生が頭の中で翻訳してるケースが多いですね。どうせ日本語で翻訳しちゃってる人にはもう日本語で教えた方が早いと。わかります？多分ね、その学習者は、もともと間接法でやってきた人じゃないですかね。そうですね。小学校、中学校とか。そうですよ。今だったら小学校から大人だったんで。だから学校で、訳すっていう文化を受けちゃってる人に、いくら直接やっても本人がぐるぐる翻訳してる意味がない。だから今、もう小学校から外国語活動、大体英語やってますけど、そっからちゃんとした先生が、ちゃんと直接法でやれば、その子たちが大人になってきたら変わると思うんですけどね。でも、一体いつになったら、そんな急に何年か先に全部できます？日本の英語教育全部直接法で。無理でしょ。それ理想論でしょ。無理。ただこれ英語科の先生方に失礼ですけど、正直、一瞬で全員は無理だと思いますよ。現場でできる先生とできない先生、あとしたくない先生もあると思う。100年かかるんじゃない？ 1000年かかる。ちょっと言い過ぎそれは。20年、30年かかると思います。先生が一掃するというか、一巡する。入れ替わるまでに。ただね、やっぱ理想は掲げないと、総川クラテスですし。なんか哲学者ってなんか理屈ばっかり言ってんだよな。でもね、そこ大事で、もう今からそうやって方針出して30年後でしょ。出さなかったらもうずっと今のまま続いちゃうから。そうかな。でもね、どうかな。直接法ね。私の経験上は、もう最初から日本語で、もうこれはあです、これはいですからやるんですけど、もうそれでちゃんとやれば、もう翻訳させずに、ずっとそのまま、初級、中級、上級といけるんで、ただね、実際初級時間かかります。導入
はい。1.5 倍ぐらいかかるんですよ。うん私の経験則でいくと。ただし、中級に入ってから伸びが早いです。翻訳しない分、早くなるのと不自然な発話がうんと少ないです。実はね、私、直接フォーム嫌いじゃない。いやディベートいやいやいやウェットじゃん、ウェットいや、めっちゃウェットじゃないですか。私、なんだっけ私、誰だっけ何やってんだっけそう、私は関節法。ですね、やっぱり関節法の方がね、私のもう一つ理想は、ですね、関節法の方が、その習得したい言語の深い部分に触れられます。ああ、なるほど。例えば、私は日本語ネイティブに、日本人が日本人に英語を教えてるわけですけど、例えば SVO っていう文法があるんですと。これは神を前提とする英語圏のキリスト教的一神教的文化があるから God created the world ですね。神が世界を作ったという思想が根っこにあるから英語には SVO という構文が多いんですよと。日本語は多神教的緩やかな世界だから SVO 的、これ専門家の研究ありますよね。する文化となる文化がありますけど、日本語は多神教的なんとなくなっちゃうようになっちゃってなんとなくなっちゃったで、英語は神とかそういう秩序プラトン的なプラトニズムと言ってるんだけど、この間にいる人ですね。ソクラテス、プラトン、アリストテレスですね。でプラトンがやったみたいなそういうようなものが前提にあるからということを理屈でいくと、英語ってそういうことなんだと。だから英語って SVO が多いのね。私アメリカの高校に留学してた時にテッド君っていう友達が私に「哲也 Are you enjoying yourself?」って聞いてきたんです。衝撃を受けたんですよ。これね「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を見た後1985年初演の時です。私ね映画に感動しなかった。そっちに感動。「Are you enjoying yourself?」あなたはあなた自身を楽しませてますか？多動詞だって感動したんです。16問なんです。はい。それね実はそこ私折り合いすでについてて、大事なの分かってるんですよ。背景とか歴史とか、そういうものも言語と一緒に教えるの。でどうやってるかっていうと、授業本体は直接法でやるんですね。でその前後だったりとかに共通の言語で解説する時間とかを取るんですよ。あとオリエンテーションとかその情報伝達を 100% しなきゃいけない時ってあるじゃないですか。明日避難訓練ですよとか、そこはもう 100% 通じる言語で分けてやるんですね。で今からは日本語だけしか使っちゃいけない時間だよ、用意ドンでも切り替えちゃうんですよ。じゃあ両方やってらっしゃるのね。ただ授業の中に媒介語は持ち込まない。授業後は全部 100%。はい。だから授業後に質問があれば、英語とかになるんですけど、学生の母語とかで質問はできると、コメントはできると。ちゃんと抜け道をしてるわけですね。そうです。ちょっと抜け道って言い方が良くないかもしれないです。でもそうしないと初級の人が深い話とか質問できないじゃないですか。そう、私はまさにその意見ですね。深い議論にするんだったらやっぱり母語を取り入れないと。だからそこは分けて授業の中と外でもう線引いてます。ディベート全然なってないですね、2人とも。ディベートなってますバチバチじゃないですか。バチバチですよ。バチバチですよ。なんか2人ともお互いをちゃんと理解し合っちゃって。それはソフィストですから。僕らソフィストですから。それがソフィスト？いや哲学者ですから。ああ、なるほど。哲学者か私です。なんか自分はちゃんと相手を尊重して論を立てるっていう。もうちょっとなんかバトルしてほしいです。いやなんかバトルしろって言われてするのもなんかそう刀剣の犬みたいな。バトルのためのバトル、ディベートのためのディベートよくないですよ。ディベートしていく中でテーゼ、アンチテーゼってやっていくとジンテーゼって言いましてね、学生の頃から流行った言葉ですね。わかんないですねそれ。ご存知ない？ジンテーゼ。テーゼ、英語ではティーセス。はいわかります。テーゼ。A という意見でアンチテーゼ、真逆のことを言う。でカンカンガクガク、偏見ガクガクじゃないんでそうですね。カンカンガクガク、カンカンガクガクでガクガクとやっていく中でジンテーゼ、英語で言うとシンテシス、統合。なんだ結局なんか喧嘩っぽくやってたけど、結局真実はここにあるのねっていう高みにたどり着くっていうのが本来の哲学でありディベートですね。だから今日分かったことは実は私たちはディベートチックに面白おかしくやろうとしたけど結局結論一緒でどっちも意味がある。そうですね。ただ私は直接法派なんですけどね。間接法はちょっとねまだちょっと認められないですね。まだ合意してないのでまだです。まだ議論です。ちょっとねあと3000年ぐらい続くと思うんでもうちょっとこの辺で中断しようと思います。続かないの？そうです。ではこのぐらいで失礼しようと思います。では最後アディオで。
せーの、アディアディオオー